こんにちは、ますみです。本日は Azure OpenAI サービスの使い方を解説します。この動画を見ることで、実際にどのようにして Azure OpenAI サービスを動かせるのかを知ることができるでしょう。Azure OpenAI サービスについてまだ知らない方は、こちらの動画を先にご覧ください。それでは本題に入ります。まず Azure OpenAI サービスの登録方法を説明します。Google を開き Azure と検索しましょう。そして上の方に出てきた Microsoft Azure の公式サイトをクリックします。そしてアカウントを持ってない方は右上の無料アカウントを、すでにお持ちの方はサインインをクリックしてください。今回はアカウントを持ってない方々に向けて説明していきます。無料で始めるをクリックします。そして Microsoft のアカウントでログインしましょう。もしもアカウントをお持ちでない方はこちらの作成をクリックします。ここで登録を行っていきます。サインインが完了すると次のような画面に遷移します。こちらでプロフィールを入力し Azure のアカウントを作成します。すべて入力が終わったら次へをクリックします。そしてクレジットカードを登録していきます。重量課金制の価格に移行しない限りは請求されることはないため、その点はご安心ください。登録完了後、しばらく待つとアカウントの生成が完了します。こちらで Azure の登録は完了です。次に Azure OpenAI サービスを登録するために Azure ポータルへアクセスします。このページが Azure ポータルの画面になります。次にリソースグループを作成していきます。左上のサイドメニューからリソースグループを選択し、左上の作成をクリックします。そしてリソースグループに自由な名前を入力してください。リージョンとしては Japan East を選択することを推奨します。そして次をクリックします。こちらは何も記入しなくても大丈夫です。次をクリックします。このページまでたどり着いたら作成をクリックします。これでリソースグループの作成は完了です。次にこのリソースグループに対して新規のリソースである OpenAI サービスを追加していきます。ホームに戻り、リソースの作成をクリックします。そして OpenAI と入力してみましょう。そうすると Azure OpenAI というサービスが表示されるため、作成をクリックします。ここで先ほど作成したリソースグループを割り当てます。また、現時点では Azure OpenAI サービスを使うためには審査が必要です。こちらの Azure OpenAI サービスへのアクセスを要求するには、ここをクリックしてくださいという部分をクリックして、申請フォームを送信していきます。すべての入力が完了したら、送信をクリックしましょう。これで申請は完了です。審査が完了すると、利用開始できることを知らせるメールが届きます。そのメールが届き次第、改めて先ほどのリソースを作成していきます。先ほどと同様の手順で OpenAI サービスのリソース作成のページに飛び、リソースグループとリージョンとインスタンス名を指定していきます。ここではインスタンス名を OpenAI サービスとしたいと思います。価格レベルはスタンダード S0 を指定します。コンテンツレビューポリシーも問題なければ次へをクリックします。次にネットワークを指定します。ここではインターネットを含む全てのネットワークがアクセスできるようにするか、もしくは仮想ネットワークからのみアクセスできるかということを指定することができます。今回は全てのネットワークを指定して次へをクリックします。次にタグの設定をしていきます。もしもリソースにタグを付けたい場合はこちらで指定をしてください。今回は作成せず次へをクリックします。今回はエラーが出てしまいました。エラーの内容としては OpenAI サービスという名前がすでに使われているという内容でした。もう一度基本に戻り、インスタンスの名前を変えていきます。今回はインスタンスの名前を OpenAI サービスますみとしたいと思います。次へをクリックします。これで検証に成功しました。もしも利用規約等々問題なければ左下の作成をクリックします。サービスのデプロイが完了したら、次にモデルのデプロイを行っていきます。下にスクロールし、リソースに移動をクリックします。そうするとこのように Azure OpenAI のサービス画面に移動します。さらに下の方にスクロールし、デプロイをクリックします。そして左上の作成からモデルを作成していきます。今回は GPT3.5 であるテキストダヴィンチ003をデプロイしていきたいと思います。デプロイ名はテストとし、モデルとしてテキストダヴィンチ003を選択します。
そして保存をクリックします。この状態で最新の情報に更新をクリックすると、このようにモデルがデプロイされていることがわかります。このモデルを用いることで、プレイグラウンドもしくは API として GPT を動かすことができます。まずはじめにプレイグラウンドでの動かし方を説明します。右上の×ボタンをクリックし、もう一度リソースに移動をクリックします。そして Azure OpenAI Studio に移動するをクリックします。そうするとこのような画面が表示されます。左側のプレイグラウンドの中にチャット、入力候補、DALL-E 2というのが表示されていますが、今回は GPT-3.5 のテキストコンプリージョン、すなわちこちらの入力候補というものを実行したいため、こちらをクリックします。そして先ほどデプロイしたテストというモデルを選択し、下記のボックスにプロンプトを入力していきます。例えば、エンジニアになるための学習ロードマップを教えてと入力し、生成をクリックします。そうすると次のように生成が始まります。もしも続きを生成したい場合は再度生成をしてください。今は100トークンずつ生成をされていますが、もっと生成の量を増やしたい場合は最大値をトークンを増やしてください。そうするとこのように生成される文章の量が増加します。このように右側のパラメータを設定することで GPT の設定を変えることができます。また、プレイグラウンドでは右上のコードの表示をクリックすると、このように JSON、Python、C#、CARL でのコードを出力してくれます。次に Azure OpenAI Studio の画面説明を大まかにしていきます。まず左上の Azure OpenAI というところがホーム画面になります。そしてチャットの画面ではチャットを試すことができます。今回はチャット GPT のモデルである GPT-3.5 ターボのモデルをデプロイしていないため、このように配置が見つかりませんと表示されます。入力候補は先ほど説明した通りテキストコンプリージョン、すなわち次の文字を予想して埋めてくれる GPT-3 などの文章生成モデルを試すことができます。DALL-E 2のメニューでは画像生成を試すことができます。デプロイのページでは先ほど作成したようなモデルのデプロイをすることができます。モデルのページではモデルの候補が表示されます。ご自身で作られたカスタムモデルなどもここに表示されます。最後にデータファイルズではテストデータとトレーニングデータをアップロードすることができます。こちらはファインチューニングの時などに使われます。最後に作成した Azure のモデルを API で利用する方法を説明します。今は Azure OpenAI Studio の中にいるため、先ほどの Azure ポータルに移動します。そして上の検索バーから OpenAI と入力していただき、先ほど作成した Azure OpenAI のリソースをクリックします。そして右下のキーを管理するにはここをクリックします。そうするとキーが表示されます。実際に API を利用する場合は3つの情報が必要になります。1つ目はデプロイメントネームです。2つ目はエンドポイントです。3つ目はキーになります。1つ目のデプロイメントネームは先ほど作成したモデルの名前になります。そしてエンドポイントはこちらの URL をコピーします。最後にキーはこちらになります。最後に以前解説したセマンティックカーネルを用いて実際に実行してみたいと思います。先ほど説明したデプロイメントネーム、エンドポイント、API キーを設定し実行します。そして次のようにカーネルのインスタンスを生成し、カーネルに対して Add Text Completion サービスを用いて Azure Text Completion のインスタンスを代入していきます。そしてエンジニアになるための学習ロードマップを教えてというプロンプトを入れて実行しましょう。そうすると次のようにエンジニアになるための学習ロードマップが表示されます。以上、本日は Azure OpenAI サービスの使い方を解説しました。もっと学びたいという方は、この動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているため、ぜひチャンネル登録、友達追加お願いします。ではまた。